猫人間、快適かというとぶっちゃけ神経使うし面倒です。落ち着いて作業できるのは重要です。こんにちは、パソコンつよつよ猫人間三峰すずです。今回はディスクのパーティション管理を取り上げてみようと思います。皆さんは最近パーティション操作ってやりましたか？日常的にすることはないですが、パソコンを深く理解したり、万が一の障害時のデータ救出にはディスクやパーティション管理の知識、操作が不可欠です。そこで操作の実例を見せつつ、パーティション操作の基本的なものを紹介していこうと思います。私はコマンドラインで操作しがちですが、快適かというとぶっちゃけ神経使うし面倒です。そこで GUI で操作できるパーティション操作ソフトウェアに触ってみて、コマンドラインと比較してみます。今回使う GUI のパーティション管理ソフトはミニツールパーティションウィザードです。窓の森にも紹介されていますね。コマンドラインでは Windows 標準付属のディスクパートを使います。このコマンドは OS のインストールメディアにも入っているので、緊急時に使うこともできます。まずは空のディスクを用意しました。ここにパーティションを1つ作ってみましょう。パーティションウィザードではまずディスクを右クリックして GPT ディスクに初期化、右クリックから新規作成、ファイルシステムとサイズを確認して OK です。パーティションウィザードの操作は即座には反映されず、画面左下の適用を押すことで実行されます。間違えてしまっても適用するまでは後戻りできるので、落ち着いて作業できます。コマンドラインのディスクパートではリストディスクで操作対象のディスク番号を確認し、セレクトディスククリーン、コンバート GPT、クリエイトパーティションプライマリー、フォーマット FS イコール NTFS クイックです。ディスクパートの操作は実行すると直ちにディスクへ反映されるので、間違いないようよーく確認してください。言葉を整理しておくと、ディスクは物理的に独立したストレージのこと、パーティションはディスクの中を仕切りで区切った領域と言えます。今は一つのディスクに一つだけパーティションを作った状態ですが、パーティションは複数作ることができます。ファイルシステムはパーティション上に実際にファイルを配置できるようにする仕組みのことで、 Windows では FAT32 や NTFS、EXFAT などが使われますね。なのでまっさらなディスクにファイルを書き込むために最低限必要なものは一つのパーティションとそのパーティションへのファイルシステムの書き込みです。ところで最初に GPT へ変換する処理をしました。 GPT はディスクにパーティション情報を記録する方式の一つで、昔は他にも MBR などがありました。現在はほぼ GPT が使われています。古い PC のメンテナンスだと MBR に遭遇するかもしれません。初期値が MBR の場合があるので、念のため GPT かどうか確認すると良いでしょう。次にパーティションを複数作ってみましょう。ただ今の状態だとディスク全体を一つのパーティションで使い切っているので、まずはこのパーティションを縮小します。ファイルシステムに十分な空き容量がある場合はフォーマットすることなくパーティションを縮小できます。パーティションウィザードではパーティションを右クリックし、移動、サイズ変更、新しいサイズを指定して OK、 空いた領域に新しいパーティションを作成して適用です。試しにファイルシステムを FAT32 に変更してみました。コマンドラインではセレクトパーティションにシュリンクデザイアードイコール128000、クリエイトパーティションプライマリー、フォーマット FS イコール EXFAT クイックです。Windows 標準では 32GB を超える FAT32 のフォーマットができないので EXFAT にしてあります。結果として大きいパーティションを縮小し、空いた領域にもう一つ作成したことで、一つのディスクに2つのパーティションがある状態です。パーティションそれぞれは独立しているので、異なるファイルシステムにすることができます。ここでパーティションウィザードだと簡単にできるパーティションの分割・結合と操作をお見せします。先頭の NTFS のパーティションを右クリックし、分割、そして適用です。パーティションの結合は右クリックから結合、操作対象のディスクを選び、結合対象のパーティションを選び適用です。どちらの操作もデータを維持したままできるそうです。
分割結合の操作はパーティションレイアウトを後から変更したい時に威力を発揮しそうですね。コマンドラインでは一発でこのような操作はできないはずですので、複数のコマンドを繰り返していくことになります。パーティションが実際にどのように使われているかを見てみましょう。これは Windows 11がインストールされたディスクのパーティションレイアウトです。先頭の EFI システムパーティションはマザーボードの UEFI ブートローダーが実行するプログラムが収められていて、このプログラムが Windows を読み込んで実行します。基本的には FAT32 でフォーマットされていますね。次の予約パーティションは Windows 固有の特殊用途に使われるもので、特殊なフォーマットがされています。C ドライブの NTFS パーティションは Windows そのものが収められているパーティションです。最後の復元パーティションは Windows のトラブル復旧用のプログラムが収められています。このように用途別にパーティションを分けることで何か問題が起きた時の影響範囲を限定できます。OS のクラッシュに巻き込まれて復旧プログラムまで壊れてしまったら大変ですからね。また構成によっては C ドライブだけでなく D ドライブを用意する場合もあります。 Windows OS とアプリケーションや作成したドキュメントを別のパーティションに記録することでファイル管理や容量管理、あるいはバックアップをしやすくすることもできますね。今回はディスク管理、パーティション操作について実例を見せながら簡単な解説をしました。このソフトには初めて触りましたが、タイプミスや数字の打ち間違いでの誤操作を避けられる、操作が直ちに適用されないので落ち着いて作業できるという点がとても良いと感じました。落ち着いて作業できるのは重要です。過度な緊張はさらなるミスを誘発しがちです。ミニツールパーティションウィザードは概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。パソコンを快適に使い、かつデータをしっかり守り、トラブルの時にはできるだけデータを救い出せるよう、うまいディスク管理ができるとデジタルライフがさらに充実することでしょう。あなたのディスクデータ管理の成功談、あるいは失敗談、テクニックなどコメントで教えてください。いかがだったでしょうか。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。またね。